もうこれ全部が僕の感謝と、意志の塊です。こんにちは。だいぶ無重力状態も慣れてきましたけど、相変わらず顔はこう引きつっております。で、今日はこのフライトスーツ、それの簡単な説明します。まずこれは正式名称フライトスーツって言って、機能的にはもうこうやって下までジップが開いて、だからつなぎだよね、要は。で、いろんなとこにこうポッケがついてたりとか、あとベルクロって言っていろんなもんここに貼っつけるためにこういう風にここにベルクロで iPad をこうくっつける。そうするとこうやって飛んでても大丈夫な感じになってる。こうやってほったらかしていくと飛んでっちゃうから、必ずこうやって全ての方にベルクロがついててペタッと貼れるようになってます。で、パッチの説明をぜひさせてもらいたいんだけれども、まずね、これは皆さんご存知の通り日本国旗を背負わせていただいてます。ミッションパッチと言いまして、今回このパッチのデザインのコンセプトは、これはイーグルです。ワシです。これは今回船長を務めてくださっているアレクサンダー・ミシュルキンさんのトレードマーク。このワシのちょうど真ん中には赤い日の丸マークを入れてもらいました。それからこの下に小さく入ってますけれども、日の丸のすぐ下に入ってますけれども、 MZ ってこれ書いてるんですね。前澤の M とざわの Z を合わせて MZ、略して MZ と、今後皆さんも呼んでいただけると嬉しいです。それから、今回3人のクルーのメンバーの名前が入ってます。左から前澤、私とミシュルキン船長の名前ですね。右手が平野洋蔵って呼ばれてる僕のアシスタント兼今回カメラマンです。一瞬映りますか？いえ、大丈夫です。大丈夫ですね。はい。それから一番上に書いてあるの CO なんちゃらみたいな、ソユーズ MS20 番と、ソユーズ20号というミッションだよっていうことをこれ表してます。それからこのワッシュの上にはもちろん我らがソユーズのマークが入っているということで、これがミッションパッチの構成です。気づいてない人多いんですけど、地球のマークも入ってます。で、続いてこっちも説明しちゃいますと、スペースアドベンチャーズっていう会社の、パッチが貼ってありますけれども、ここが言ってみれば旅行代理店みたいな形で、いろんなアレンジをしてくださいました。それなりの多額のお金をこのスペースアドベンチャーズを通して、ロシアに払ってます。この場ではちょっと公開しないですし、将来的にもおそらく公開しないと思うんですけれども、多額の金額を払ってでも何としてもここの宇宙に来たかった。そもそもこの多額のお金を僕が稼げるに至った経緯がいろいろあるわけです。 ZOZO 時代に最もお世話になった実はブランドさんたちの名前がここに3ブランド、入ってます。これですね、デビロックさん、もともとデザイナーの遠藤さんっていう方が、バンドマンでもあるんですけれども、僕もバンドやってたんで、当時よく対バンといって一緒にライブをさせてもらってました。で、その遠藤さんが始めたブランドがデビロックで、恵比寿のあたりではすごい人気があったんですね。で、何を隠そう、僕もデビロックをたまに着させてもらってたっていうのもあって、一番最初にインターネットで洋服を売ろうという話になった時に、このデビロックの遠藤さんにお願いしに行ったら、2つ返事ですぐですね、優作のやることだったら俺は応援するよと、快く、私のその依頼をですね引き受けてくださってですね、取引に至ったと。そういう意味で遠藤さんにはもうずっと感謝してるし尊敬してるので、今回デビロックさんの名前を僕のこのフライトスーツに入れさせてもらえないかということで、それも快く引き受けてくださって、ロゴを提供いただいてこのように載せさせてもらってます。そしてそれからですね 4,5 年経った頃ですかね、どんどん事業体を伸ばしていったんですけれども、そんな時突然このブランドから声がかかるんですね。これがこのオレンジのユナイテッドアローズさんです。当時社長会長でありましたユナイテッドアローズの重松さんからですね、 ZOZO ってなんか面白そうだなと、かっこいいことやってんねと、ぜひ出店させてよと重松さんは快く出店くださいました。で、その後の、ZOZO タウンの急成長とか躍進というのは皆さんも知るところだと思うんですけれども、そういうきっかけにユナイテッドアローズさんがなってくださって、その後いろんなブランドさんが次々入って、瞬く間にですね ZOZO タウンは大きなインターネット上のファッションタウンになっていくわけです。そういった意味でも今回のこの宇宙フライトお世話になった人誰って言ったら、さっきの遠藤さんと重松さんがすぐこう頭に浮かぶわけですね。そしてさっきちょっとブランドって言っちゃったんですけど、当然僕がやってきた23年間やってきた、ZOZO にも今回お話をしました。そしたら僕の後任を務めてくださっている
澤田社長がですね、現役時代も宇宙言ってたけど本当についに行くんですねと、ぜひ ZOZO の名前も、フライトスーツに入れさせてくださいということで、こちらも快く澤田社長をはじめ ZOZO の皆さんが受け入れてくださってですね、ここに載せさせてもらってます。それからちょっとディアムーンっていうのはですね、月の周遊旅行に実は出かける予定になってまして、ディアムーンの今回ですね、予習にもこの ISS 渡航っていうのはなるんじゃないかなっていうふうにも思ってます。それから寄付タウン、個人間で寄付をし合うことができるサービスなんですね。それも今回背負って、宇宙飛行しております。それから一番大事な、これは名前なんでいいと思うんですけれども、最後こっちですね。はい、世界平和、ワールドピースで、ピースのマークがここに入ってますけれども、もう皆さんご存知の通り、世界は平和であればあるほどいいですねっていうふうに思ってますし、きっと皆さんもそうお思いなんじゃないでしょうか。僕は結構もう高校生ぐらいの時からですね、戦争のニュースとかを、テレビで見たりするとですね、なんでそんなことするんだろうみたいなことをずっと思う少年時代を過ごしてきて、で会社を始めて多くの社員を預かって、で多くのお客様に恵まれてっていうのをやってる中で、自分が平和になるための一助になれればみたいな思いがずっと強まりまして、そこからもうずっとはばかることなく世界平和っていうようにしてます。そういう意味でももう僕の生涯のテーマでもあると思いますので、それをこの一番上のところに付けさせていただきました。ということで、このフライトスーツ、飛行士に与えられた特別な服っていうだけじゃなくてですね、いろんな機能性もある、そしてそれぞれの思いのこもったですね、いろんなミッションパッチだったり、こういうパッチをつけて飛行士の皆さんも飛んでるわけです。自分の生涯のテーマだったりとか、そういったものを背負わせていただいて、この宇宙飛行に来ているつもりです。ということで、もうこれ全部が僕の感謝と、意志の塊です。フライトスーツ、本当に重みのあるスーツだと思います。大事に着たいと思います。無重力です。